霊界通信小桜姫物語浅野和三郎著44天狗の生来。さて、この天狗と申すものの生来、これはどこまで行っても私どもには一つの大きな謎で、調べれば調べるほど腑に落ちなくなるようなところがございます。ともかく私があの時天狗の頭について問いただしたところに基づき、ざっとそのお話をいたしてみることにしましょう。まず天狗の姿から申し上げましょう。前にも述べた通り、天狗は時と場合で人間その他いろいろなものの姿に上手に化けます。かく申す私なども最初はうっかりその手に乗せられましたもので、しかし近頃ではもうそんな下手な真似はいたしません。天狗がどんな立派な姿に化けていても、すぐその正体を看破してしまいます。大体において申しますと、天狗の正体は人間よりは少し大きく、そして人間よりはむしろ獣に似ており、普通全身が毛だらけでございます。天狗の中のごくごく上等のもののみが人間に近い姿をしておりますようで、ただしこれは姿のある天狗について申したのでございます。天狗の中には姿を持たないのもございます。それは青みがかった丸い玉で、直径は3寸ぐらいでございましょうか。現に私どもが天狗界の修行場におった時にも、3つ4つ木の枝にひっついて光っておりました。あれはもうすっかり修行が積んで、姿を捨てた天狗たちでござる。天狗の頭はそう私に説明してくれました。天狗の姿も不思議でございますが、その老いたちは一層不思議でございます。天狗には別に良心というものがなく、人間が地上に発生した遠い遠い原始時代にこういうものも必要であろうという神様のおぼし召しで、いわば一種の副産物として生まれたものだと申すことでございます。天狗の頭も、自分たちは人間になりきれなかった魂でござる。とあっさり告白しておりました。私はそれを聞いたときに、何やら天狗さんに対して気の毒に感じられたのでございました。ともかくもこんな手続きで生まれたのでございますから、天狗というものは全部中性。つまり男性でもまた女性でもないのでございます。これでは天狗の気持ちが容易に人間に飲み込めないはずでございます。人間の世界は主従、親子、夫婦、兄弟、姉妹などの込み入った関係で色とりどりの綾模様を織り出しておりますが、天狗の世界はそれに引き換えて、どんなにも一本上司、またどんなにも殺風景なことでございましょう。天狗の生活に比べたら、女人禁制の禅寺、男子禁制の尼寺の生活でも、まだどんなにも人情味たっぷりなものがありましょう。全く不思議な世界があればあるもの。私はつくづくそう感じたのでございました。各天狗は本来中性ではありますが、しかし性質から言えば、非常に男らしくぶばったのと、また非常に女らしく優しいのとの区別があり、化ける姿もそれに準じて、あるいは男になったり、あるいは女になったりするとのことでございます。日本と申す国は、古来勝負の気象に富んだお国柄であるため、武芸、偵察、戦の駆け引き等に優れた、つまり男性的の天狗さんはほとんど全部この国に集まってしまい、いざとなれば目覚ましい働きをしてくれますので、その点大層結構でございますが、ただ愛とか慈悲とかいったような優しい女性式の天狗はあまりこの国には現れず、大部分外国の方へ行ってしまっているようでございます。西洋の人が申す天使、あれにはいろいろ遠さがあり、たまには高級の自然霊を指している場合もありますが、しかし
ちょいちょい病床に現れたとか、絵描きの目に映ったとかいうのは、大抵女性化した天狗さんのようでございます。大体、天狗の働きはそう大きいものではないらしく、普通は人間にかかって小手先の仕事をするのが何より得意だと申すことでございます。たまには局部的の風くらいは起こせても、大きな自然現象は大抵皆龍神さんの受け持ちにかかり、とても天狗にはその真似ができないと申すことでございます。最後に私があの時天狗さんの頭から聞かされた人さらいの秘伝をお伝えしておきましょう。人をさらうということが本当にできるものでございますか？そう私が尋ねますと、天狗の頭はいとど得意の面持ちで、こんな風に説明してくれたのでした。あれは本当といえば本当、ごまかしといえばごまかしでござる。我々は肉体ぐるみ、人間を遠方へ連れて行くことはめったにござらぬ。肉体は通例付近の森影や社の床下などに隠し置き、ただ引き抜いた魂のみを遠方に連れ出すものでござる。人間というものは案外感じの鈍いもので、自分の魂が体から出たり入ったりすることに気づかず、魂のみで経験したことをあたかも肉体ぐるみ実地に見聞したように勘違いして得意になっているもので、脇でそれを見るのはよほど滑稽な感じがするものでござる。